されども、今回はそうですね、以前もこれをやったことあるんですけども、生姜焼きステーキをやっていきたいと思います。これは豚肉のロースですね。結構立派な感じに見えると思うんですけど、普通に肉のハナマサっていうね、スーパーがあるんですけど、そこで買ったやつです。そんなにね高くもなくて、で塊で売ってるんで結構ね使い勝手がいいんですよね。塊で買った方が何せ安いですしね。あとはこういった塊がスーパーにないっていう方は店員さんに言えばもしかしたらねカットしてない状態で持ってたりもするんで、意外と聞いてみるのもありです。それで生姜焼きのレシピ自体は、YouTube を始めた初期の頃に一回動画を上げてるんですよね。その時は iPhone とかで撮影してたので、改めてちょっと撮り直そうと思いました。レシピ自体が全く同じかっていうとそういうこともなくて、今回はちょっとアレンジしてます。なので、そういったところも参考にしていただけたらと思いますね。豚の生姜焼きといえばやっぱり玉ねぎを結構使うような個人的にはイメージがあるんで、今回はそうですね、本来だったら、玉ねぎをちょっとね分厚めにカットしたりとかすると思うんですけど、みじん切りで、やっていきます。でみじん切りにしてソースで使っていきますね、たっぷりと。あとは生姜とニンニクもすりおろして、これも、ソースの味付けのベースにします。チューブニンニクだったりチューブの生姜でもちろん全然大丈夫です。ただなんでしょうね、やっぱりフレッシュの方がね全然味は違うんですよね。余韻の伸びというか。はい。そして付け合わせにはナスを使います。キャベツとナスですね。ナスがなきゃいけないかっていうと必ずしもそうではないんですけど、結構ナスって旨味とかいろいろ吸ってくれるじゃないですか。なのでこれでねソースとかをうまく煮含ませようかなと思って、使います。でしっかりと切れ込みを入れて味がね含みやすいようにしておくといいと思いますね。あとはこういった切れ込みを入れておくと火の通りが早くなりますし、軽く塩をしてアク抜きといいますか、水分を少しね外に出しておきます。そしてこちらが今ソースベースですね。醤油、白ワイン、あとは、マスタードと蜂蜜。マスタードも前は使ってたんですけど、その時はね粒マスタードを使ってました。今回はペーストのマスタードです。できればディジョンのマスタードがいいですね。味がすごく美味しいので。あと白ワインも前回は使ってなかったんじゃないかな。白ワインはねほのかな酸味とフルーティーな爽やかさをプラスするために使います。というわけで、豚肉を焼いていくんですけど、これぐらいの厚みがあると、背脂の方からしっかりと焼いて油を出していくことができるので、こういった焼き方をするのがねおすすめですね。油のところがしっかりと焼けてないとなんか食べた時にねあれ気になるじゃないですか。気になるんですよ。なのでそういったところからもねしっかりと焼いておくといいと思いますね。で焼けたら、両面焼き色がつくぐらいまで、だいたいこれ中火ですね。はい、そんなに強く焼かなくても大丈夫です。あとあんまり強火で焼きすぎると豚の脂がねできらない前にかなりいい感じに焼き色ついちゃったりするんで、そうですね、中火、あとは弱火よりの中火とか。それで豚肉が全面いい感じに焼き色がついて、ナスもね香ばしく焼き上がったら一旦引き上げます。それでフライパンは洗わないでそのままバターだいたい 15g から 20g ぐらい入れて弱火に落とします。バターが焦げないようにするためです。その中で豚肉を優しく火を入れていくんですが、
これもそんなに分厚い豚肉ではないので長時間やる必要もないですね。なるべく1分半から2分ぐらいでひっくり返して、もう一回1分半から2分ぐらいこうあったかい油をかけていくような、そんなイメージでやってます。こうやって一つ一つ丁寧に火を入れていくっていうところがポイントですね。豚肉もこれでだいたい火は入るので引き上げて、この後はこのバターも使ってソースを作っていきます。さっきみじん切りにしておいた玉ねぎですね、これをたっぷり入れて、このバターには豚肉のうまみだったり香りっていうのがしっかりと乗っかってるので、それをね玉ねぎと合わせてなるべく無駄のない調理にしていくというか、そういった感じです。玉ねぎに軽く塩をして全体がしんなりしてきたら、その次はすりおろしておいた生姜とニンニクを加えます。この時にもしちょっと油足りないなと思ったら足します。玉ねぎがね結構持ってくんで、フライパンの端でこうしっかりと生姜とニンニクの香りを出したら、改めて玉ねぎと合わせます。そして醤油と白ワインを加えたもの、これを入れてしっかりと煮詰めます。白ワインの酸味が穏やかになって醤油の香ばしさが際立ってきたら、そしたらちょっとだけいしりを入れるんですけど、これ、大さじ1も入れないぐらいですかね。2分の1ぐらいだったと思います。そしていい感じに煮詰まってきたら、マスタードと蜂蜜、これを合わせたものを加えてしっかりとねこう全体になじませます。そうした頃にはもうかなりねいい感じに味って決まってくると思うので、そしたら水を加えてナスをその中に入れてしっかりと煮含ませます。これをやると結構ナスがね美味しくなるんですよね。そしたらその次にもうあらかじめ火が入ってる豚肉、これがなんで戻すかっていうと、もしね時間が結構経っちゃって冷めちゃった場合にソースの中で温め直すみたいな感じです。そしたらあとは食べやすい大きさに豚肉をカットしていって盛り付けに入ります。だいぶしっとりジューシーに仕上がってると思うんですけどね。それではドレスセに行きます。盛り付けですね。ナスを盛り付けて、その上にキャベツですね。このキャベツはやっぱ外せないですよね。たっぷりと添えます。それでソースは結構今回僕は煮詰め気味にしたんですけど、お好みなので少しこうもうちょっとサラッとさせたい場合は水を入れて調整します。すげえうまい。豚が柔らかい。ナスも旨味めちゃくちゃ吸ってる。もう肉厚の豚肉をしっとり仕上げて、パンチのある生姜のソースで食べるっていうのがね、もうこれは最高なんじゃないですかね。うめえ。というわけで生姜焼きのレシピでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。